はい、皆さんこんにちは、みのりんです。前回はね、このキウイを切ってちょっとリメイクしてみたんですけども、これが結構好評だったので、またこちらをイチゴを使ってやってみたいと思います。結構ね、大きいイチゴのスクイーズを買ったので、それでは早速始めてみましょう。ちなみにこれ切ったやつ、じゃがいもにしか見えないっていうコメントがたくさんあって、確かにそうだなって思いました。はい、こちらのイチゴを切っていきたいと思います。でね、今回このイチゴ結構大きいので、じゃじゃん、大きめのハサミを買ってみました。しかも3倍の切れ味だそうなので、簡単に切れるんじゃないかなと思います。では、早速切っていきたいと思います。で、せっかくなので、ここにちょうどいい感じで線が入ってるので、この線に沿って切っていきます。よっ。ちょっと潰した方が切りやすいかな。よっ。この下の方から切っていきたいと思います。緊張する。いきます。よっ。切りやすい。中って黄色なんですね。難しい。綺麗に切るのが難しい。よっ。あともうちょっと。切れたー。半分に切ってみるとこんな感じでした。ほんのちょっとだけペタペタしていますが、そんなにはペタペタしていないですね。中がすっごい気持ちいい。意外とスクイーズは切った方が気持ちいいかもしれないです。いい。はい、でこのイチゴをリメイクしていきたいと思いますが、今回はちょっと断面が結構ガタガタになっちゃったので、簡単に切って平らにしていきたいと思います。スクイーズ切る音も気持ちいいですよね。切りすぎてしまうと綺麗にこうやって重ならなくなってしまうので、変にならないぐらい断面を綺麗にしてみました。というわけで、こちら布用絵の具を使っていちごの断面を描いていきたいと思います。で前回の動画でどうして布用絵の具を使うんですかっていうコメントもあったので、布用絵の具の方が普通のアクリルよりはふわふわな出来になるのでおすすめです。ではこちらさっきのハサミのケースですが、こちら捨てちゃうのでもったいないので、この中に絵の具を入れていきたいと思います。リサイクルではまず一番最初に白を使っていきます。結構ね大きいのでいっぱい使いそうです。絵の具を取って全体的に塗っていきます。めっちゃ使いそう。絵の具スポンジがね吸っちゃうんで、でもそっちの方が逆にリアルかもしれないですね。ほんのりちょっと黄色が入っている方が。もうちょっと白を足していきます。何度か塗り重ねていったらだんだん白が目立ってきましたね。赤と白をちょっと混ぜたピンクっぽい色を作ります。ちょっとこれだと不自然な色なのでオレンジとか足しましょう。一度これで塗ってみます。だいぶ赤い。ちょっとやめよう。だいぶ赤かったですね。もうちょっと白を足して混ぜてみます。まずはこんだけ薄い赤でいいと思います。全体的に塗っていきます。ちょっとグラデができるように白に重ねて塗っていきます。ちょっとオレンジ色を足したのも追加していきます。そしたら赤をもうちょっと足して縁の部分だけつけていきます。縁のここら辺でグラデを作るようにしていきます。はい、縁の部分だけ赤を強めにしてみました。ちょっと薄い赤の色を中心につけていきます。こんな感じかな。ちょっとぼかしていきます。はい、白い線を描いていきます。上のところからちょっと半円みたいな感じで
スッと上の方からスッ。はい、これを繰り返していきます。はい、片側できたのでもう片方いきます。こっちの最初の方と同じようなところに描いていきます。白がもっと必要なところは足していきます。そして一番最後にここですね。ここはもう緑色で塗っちゃいます。この色とマッチするようにね。あ、いい感じの色。はい、っていうわけでいちごの完成です。私みたいにちょっとこうついちゃった場合は簡単にこすって取れるので綺麗にしてあげましょう。はい、完成です。だいぶマジカルないちごになっちゃいました。こんなカラフルないちごなのでちょっと違和感がありますが、可愛くできたんじゃないかなと思います。簡単にリメイクできるので皆様ぜひぜひやってみてください。これでフルーツバスケット作りたいな。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。